皆さん、こんにちは、こんばんは。外房テックです。今回は、覚えたてのフュージョン360の練習がてら、醤油差しやペットボトルのネジに合うミニ錠を 3D プリンタで作ってみました。まずは、寸法を測ります。日本のご家庭には必ずあるのではないかと思う、キッコーマンの醤油差しです。ノギスで瓶の口の外径内径ネジピッチを測ります。こうなりました。ペットボトルも同様。醤油やお茶の補充に使うのであまり大きい必要はありません。こんなサイズにしました。ペットボトルも同様。余談ですが、デジタルノギスは左利きにはとても見づらいです。左利き用という製品もあるのですが、値段が3倍ぐらいします。オートデスク社が提供している 3D キャドソフト、フュージョン360の無償版です。個人用商用利用不可です。趣味や個人的な用途、かつ年間収益が1000米ドル未満なら OK です。この動画編集時点では、もちろん設計は終わっていますが、フュージョン360には履歴を遡って表示する機能があるので、設計の過程を1ステップずつこれで示すことにします。まずは平面でスケッチを作成。検査の計測で寸法をチェックできます。キャップの内径と外径の円です。押し出しでキャップの円筒を作ります。解析で断面の表示になっていたので解除しました。作成のコイルで内ネジを作ります。ネジ山は直径2ミリの円形、ピッチは4ミリ。2周で高さ8ミリです。移動して合体。修正の結合で一つのボディに結合しています。上後部分のスケッチ作成。履歴では急にできてしまいましたが、作成の回転で、このスケッチを、これを軸に360度回転させています。出口が平らだと空気が抜けにくいので、切り欠きを入れました。完成。デザインの図面のデザインからで図面を作成します。寸法で寸法を表示。
スライサーアルティメーカークーラで STL ファイルから 3D プリンタに送る G コードファイルに変換します。プロファイル層の厚さを 0.16 ミリ以下、サポート材なしとします。プロファイルを厚くすると、内側で糸が分離してうまく形成されませんでした。形から言ってこの配置が自然ですが、横にするとネジを締めたとき、応力であっさり割れます。サポートがなくても良いように、この置き方で水平な天井がないように設計しました。エンダー 3V2 でプリントします。フィラメントは食品に対して安全性が高いと言われる PLA です。できました。角や表面にペーパーをかけた後、試してみます。まず、ペットボトル用。ネジはうまくはまりました。構造上、水が外側に流れることはありません。OK。次はいよいよ醤油差しです。これもネジはうまくはまりました。醤油は瓶の口の外側には流れないので、ネジに水密性は必要ありません。上後が固定されれば OK です。普段ならここで瓶の口の醤油を拭き取らないといけませんが、これなら必要ありません。以上、覚えたてのフュージョン36ステート 3D プリンタで、醤油差しやペットボトルの口に合うミニ錠を作ってみました。いかがだったでしょうか？なお、STL ファイルは無料で公開予定です。公開したら、概要欄にリンクを上げておきます。